大戸谷祐希と秋元京馬の一戦になりました。この戦いはライジンバンタッチ王座次期挑戦者決定戦として行われます。ミドルキック、しかしボディだ。大事ですね。ワンツーバンドレーター、これがディープで多くの経験を積んできた男分身。ついタイトルマッチですか。やっとだなっていう。もちろんやりましょう。クールでかっこいいチャンピオン。おめでとうございます。よしよし。最近どうですか？最近ですか？コンディションは？コンディションでも全然怪我なく普通に練習できて。なら安心だ。久しぶり。久しぶり。あった？だいぶね。ごめんね。去年9月だから半年ぐらいか。試合の時来てた。飲んじゃっていいんですか？飲んじゃっていい。はい。じゃあ乾杯。お疲れ。様です。久しぶり。また30日をじゃあ頑張って。はい。9月のタイトルマッチの感想ですよね。私は判定まで行くかなって言って、ジャブで相手を翻弄してて、からやっぱりスピードあるストレッチしてるからすごいな。そしてここからバックを取っていく。右のパンカーやっていく。右のパンカーやっていく。ありがとうございます。ありがとうございます。下がるばっかりなんですけど、前しっかり出てよくできました。緊張した。いい試合運びしとるなと思って、いい作戦が作れる。作戦通りだね。空手やり始めたのはあれだね、小学校1年生だね。そうだね。直樹がやりたいって言ってやり始めて、で水木もそれ付き合ってきよって見学できよって私もやりたいって言ってで水木も一緒に入ってボールもグローブも買うてサッカーボールもみんな買うてやらせてみたけどこれちょっとやっぱダメだろうと思って唯一格闘技はよかった気がするね。しびれますね。いや壁に書いてありますよこれ。サンドバッグを打つ者へ点線の位置が頭の位置。世界に誇る日本の兄弟ですよ。練習相手としてもその家族としてもかけがえのない存在ですからね。空手道場に練習に行ってたけど、その先生はもうなんかみんなに総合格闘技を習わしたかった。実際に私が多分小学校5、6年の時には寝技やってちょっと投げ技練習してみたいなの
つの間にかお面つけてビッググローブつけて画面の練習ね。UFC のたたらいことは自分にとってあれこそ空手のたたらい本当そう思いますよ。うちみたいに町道場みたいなのもいっぱいあるんですよね。そういうところで頑張れば1人2人ぐらいは強い選手出せるぞ。強技ありの空手っていう感じ。それは他の道場空手道場でこんな感じでやってるのはないね。空手道場では多分ないと思います。井上選手の UFC の話とか10代でどうですか？はっきり言って本当全然そういうことを想像してなかった。まあ23、4ぐらいでなんとかチャンピオンに国内ディープでなって、2とか3と防衛してできればよくば元谷君と目指してもらって元谷君に勝った上でいけないかなぐらいの思ってたんですから。やっぱり空手一筋のまっすぐな人だよね。でも練習相手もいないからどうしてもお父さんお母さんがミット持ったりとかもしなきゃいけないし、そういう環境なんですよ。だからどっちかというと環境は最悪ですよね。その中であの2人が生まれて、私の母親はやっぱ弟のミットを持たなきゃいけなくて、肘が痛いなんだろうって言いながらもやっぱミットを持ってくれないといけない環境だったので、道具を買って見よう見まねでガードが下がっとるところで下がっとるぞとか。だいたい11時半までくらいやって、そこからちょっと着替えて家に帰るまでの時間考えるともう夜中回っちゃうみたいな感じが多かったです。全部私たちに教えてくれてて、それはすごいなってやっぱり今でも思うし。UFC 出てた時で、そんなコンビニでバイトしながら食べてたお金とか切り崩しながら生活してました。ちょっと限界なのかなって思って、限界というかそれ私は本当になんか本場のアメリカの MMA どういう練習してんだろうっていうのは興味があって。こういう無理に立とうとしたりとか。いやまだ心配、そんなに発展途上の段階ですから、アルチェッタ選手負けたりとか大きく選手負けたりとか本当に勝てたのにやっぱり調子を持って相手に合わせたりとかいろいろ、をしっかり見据えて対策をしていかないところにやっぱ問題はあったなと思うけど、そのためには今何が大事なのかっていうのはやっと分かったのかなっていう気がします。第7代ライジンバンタム級チャンピオンっていう肩書きもありはしますけど、まだまだ挑戦していく立場なのかなっていうふうに思うんで、もっともっと満足できるようなことがあるんだろうなっていうふうには思います。やっとたどり着いたタイトルマッチっていう感じですけど。そうですね、やっとだなっていうはい。カッチを取ってこれ頸動脈を両足で締めていいとこで勝てなかったりとか
あったんですけど、まあ、負けてもまだくそと思ってずっとやってるんで。格闘技しかしてないです。ただ時間がない。よいしょよいしょよいしょ。まだまだ伸びますし、本当行けば行くほどもっと強くなるっていうのは分かります。でも自分は35からアメリカ行ったんで、まだ全然今からっす。で俺 ATT 行く時だって正直って言ったよ、本人には。今後それ毎回 ATT 行けるの？お金も含め。そうそれ悪いけどそれ生活として続けていけるのっていう長い目でもう考えていかないとっていう話は、本人はもうやらないと納得いかないっていうか、で一つ決めたらもうそれであいつやめないから。正直その侍というか武士みたいな人間だと俺は思ってますね。格闘技に対して、強さをマジで求めてる人間だなって感じですね。本当にだって練習しかしてないもん、練習しかしてない。1ヶ月一緒に会ってアメリカ行ってで帰ってきてこっち来ました。自由で回すので初めの5本だけちょっと試合決まってるという選手してください。ボーナス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 。おボーナスもあった。ユニバ行きました。いやもうライジンのおかげっす。本寺さんの勝負の鍵になってるっていうのは、まあ組じゃないですかね。井上直樹元谷祐希のようにしなる井上直樹の蹴り、パンチ片下くる。はい、いやでも膝抜いてなんでここのタイヤでも中入りましたね。中入りましたね。入ったね。動けない。動けない。元谷を取った。前回あっという間に終わっちゃったじゃないですか。だからその3ラウンドまでの感じがどうなのかとか、まあ、組も組力っていうのを感じなかったんで、まあ、その辺しっかりやってきたらどうなのかとか。まあ、相手に合わせるっていうことよりかは自分のやりたいようにやるって感じですね。つないジャンプすごいね。体がだいぶ軽そうなんで結構絞ってるみたいなんでベストポジションで臨めるんかなっていう気がしますけどね。すげえわかんすよ、キム・スーチョルの気持ち。
あんな感じでまんまなクソがみたいな。俺らの練習これが井上直樹の被害者の会ってば、これリアル被害者の会。一回勝ってるからっていうなんか油断っていうか、そこさえなんかなければしっかり警戒して自分のペース作っていけば大丈夫だと思います。すいません、夜分に。それがさっきまでついてたんですけど急に切れました。今これダメ、ほらちょっとツッコミどころがいっぱいあるんですけど、ほらちょっとほら炊飯器も多分ここ絶対使い方間違ってます。はい、使ってます自炊してたんですけどやっぱり下手くそなんで何もなってないですか？何もないです。もう練習のみなんで何もいらないです。部屋もこのぐらいがちょうどいいんで、もうご飯食って寝るだけなんで。これぐらいですかね。これみんなで揃った何年前やろ。これが何かの日でもらったの父の日かな自分思い出したんですけど、明日結婚10周年なんですよよかった思い出してもらって。すごくないですか、結婚10周年にこんな感じって。今日何やったっけ、サッカーやっとったんけみんな次パパ誰と戦う？おー、みんなよう分かっとるね。この間お前トーマ俺のこと負けるっつっとったやろお前。パパ負ける言うとったやろ。パパ勝てる？勝ってほしいねまあ本当いつも自分が一番後悔しないように戦ってきてほしいなっていうのが一番あるんで、まあ自分が今までね結構やっぱ辛い思いもしてきたとは思うんで、そういう練習の成果とか自分がねやってきたことを全部出し切って最後勝とうが負けようがよかったって思える試合をしてきてほしいなって思います。ああ、そうですね。後悔ないように頑張りたいなと。はい。小田さんとその奥さんにちょっと言った方がいいんじゃないですか。思い出したこと。明日10周年や。結婚記念日やね。うん。明日10年やね。結婚してね。そう。10年。早いな。プレゼントでベルト待ってますわ。ああ、いいね。ダイヤモンドよりベルトの方がよっぽど価値あるさ。ね。チャンピオンになった時で試合運びもしっかりチャンピオンらしく、相手がもうこの人とやっても次は勝てそうにないなっていうぐらい圧倒的に勝つのがやっぱりチャンピオンとしての見せ所だから。しっかりベルトも取って自分の全力を出して、そうですね、いい結果になればいいなと。やっぱチャンピオンになってベルト持ってクールに KO1 本狙って勝ちに行きたいと思います。
結局自分のやりたいことを突き通したやつが強いんで、トータルで全局面で MMA として勝っていきたいなと。どんどん強い選手と戦って、このベルトの価値を上げていくことが今の僕の役目だと思うんで、しっかり防衛していきたいと思います。任された。野望ですか。そうですね、ライジンのスターになって、スーパースターになりたいですね。瞬く間の大晦日、ライジンデビューを飾ります。消耗するよりはというところで右の膝だ、効いた。エド・ポロキング、膝からラッシュ。204センチの125キロぐらいですね。メジャーリーガーですね。そうですね。ベンチプレスあんまやってないんですけど、150とかぐらいです。150？はい。50メートルとか。6秒ジャストぐらいですね。ビビるぐらい速いです。お父さんとお母さんは、お父さんナイジェリアの、お母さん韓国で。悪いことって悪いことはしてないですけど、多分手のかかる子供やったと思うんですね。今思い出すと。いじめっていういじめはなかったんですけど、黒人やみたいな感じはあったんですけど、僕身長とか大きくて力もあったんで、なんか硬直られたりしたら殴ったりとかはありましたよね。韓国やからとかって、黒人やからって今でこそやっぱ誇りに思ってるし、黒人に生まれたことを、この体に生まれたことにまず感謝ですよね、親に。一生懸命は一生懸命ですけど、与えられたメニューしかやらないし、それ以上はやらなかったですね。もちやったらよかったっすね。でも全然後悔はないですけど。MMA ルール1マッチ、エド・ポロキング登場。ただ単に目立ちたかったからですね。何者かになりたかったからですよね。消耗するよりはというところで右の膝だ、効いた。今でこそやっぱ強さを一番に考えてるって感じですね。やっぱ目立ちたいとかっていうより、やっぱ強くなればなるほどやっぱ目立つし儲かるじゃないですか。だから強くなりたいっていう気持ちですね今は。起きてご飯食べて練習して、ご飯食べて練習してみたいな。食事1日5、6回ですね。30キロ、35キロぐらいは多分増えましたね。もともとやっぱ細かったんで、2年ぐらいかかりましたよ、ここまで体を作るのには。
取ったんで、これはテイクまでテイクダウン持っていけるか。ガブリエッタ組であったりとかはセネガルもの2人来てるんで、その2人に特訓してもらってて。組オンリーでやったら僕もやっぱ投げられますね。やっぱこう手足長いんで2人とも僕に合ったこう防御の仕方とかを教えてくれるんで、キバとかはめっちゃ強くなりましたね。やっぱバック取られてからとか壁レスとかはめっちゃ強くなりましたね。やっぱ MMA はもうどこまで行ってもやっぱ寝技とかっていうのは練習しないと身につかないじゃないですか。ブレイキングダウンとかやったらもうこうフィジカルとかポテンシャルでなんとかなってたんですけど、ライジンとかってなってくるとやっぱこれからもっと上のレベルいくとそうはいかないんで、だからやっぱまあもう練習しまくってるって感じですね。今日はそうですね、毎週木曜日恒例の炊き出しです。寒さに負けずにね。どなりはなしですよ。仕事あったらいいけど仕事ないからな。やっぱこういうのあったら助かるわ。エドポロさんってご存知ですか？背の高い人。昔からやってますわね。それはやっぱり大会出るなら頑張ってほしい。まあ気持ちいいっすよね。普通にこうやっぱずっとありがとうありがとうって言われるんで、徳を積むっていうか、まあ言い方悪いですけど、まあいいことしたらいいこと返ってくるし、やらない善よりやる義善です。はい。うちの仕事場にいたんですけど、退社してからも関係は続いてたんで、真面目っすよ僕の前では。俺へんとこ分からんけど、どこの誰よりも練習してどこの誰よりも飯食ってそら勝つわって言ってもらえるように頑張ってほしいですね。飛び級せずコツコツ世界に向けて頑張るんで、皆さん応援よろしくお願いします。今もう言うたらもう幻想マックスじゃないですか。こいつに誰が勝ってるんやみたいな、やっぱその幻想を維持したままこう上がっていきたいですよね。完璧な勝ちをして。酒井亮 VS エドポロキング。エドポロキングってもう得体の知れない大巨人ってやるんでワクワクしますね。はい。酒井亮行こうとしましたが、そして右のストレート左キック。しかし聞いた勝手聞いた。まあかませ犬じゃないですけど張りますと思いますね。はい。リーブのタイトルマッチの時も佐伯さんにも10回やって10回負けるって言われてたんで、それしたら1回も勝てないんじゃないかなと思ったんですけど。結構そういうの多いんですよね、昔から俺。パンクール汗みたいな。逆に身長高い方が倒れると思うんですよ。顎はやっぱ下にあるじゃないですか。身長低いとやっぱ頭とかおでことか当たっちゃうんですけど、顎結構フックとかストレートとかで入れると思うんで、で当てたらもうそこのチャンスを逃さない、それにつけると思います。カーフと、まあ、飛び込んでくる打撃に気をつけて、まあ、力膝で、結論膝なんですよね。正直対策しても当たっちゃう膝なんで、僕の膝って言っても大丈夫です。多分膝来ると思ってると思うんですけど、膝行きます。はい、すいません。2、3年で、まあ、ベルトがあるのであればベルト取って、そこからやっぱ世界で戦っていきたいなとは思います。はい、俺が勝っていったら絶対作ってくれると思うんで、はい、全部俺次第ですマジで。やっぱもう名前もキングやし、キングになるべくして生まれてきた人間、はい、絶対なれるっす俺絶対、はい、間違いなく確信してます。